ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢、ウクライナ軍の反転攻勢が本格化しています。その中において近況を少し取りまとめていきましょう。動画の後半においては、ウクライナ軍の反撃の一環として行われているロシア本国への攻撃というものが一体どのようなものであるか、そのあたりの解説とともに、全体状況としてプーチン大統領のやろうとしていることが明らかに戦略的なミスを犯しており、破滅への道を突き進んでいるということを皆さんに解説していこうと思います。それではまず、ウクライナ情勢現在の戦況を見ていきましょう。それではウクライナ情勢についての近況をまとめていきましょう。私は戦線を3つに分けて説明していきます。北部戦線、東部戦線、南部戦線です。そして今日ご紹介する話の中でも特に今後大きな展開がしようとしているのが北部戦線です。今ベルゴロドという町の名前が注目されています。これまでウクライナ軍はロシア本国に対する反撃というものは散発的であり、大きな戦果を上げることはありませんでした。例えばロシア軍の空軍基地に対する弾道ミサイル攻撃などをしていたのですが、残念ながら大きな戦果は上げられていなかったのです。しかし今回ベルゴロドに対しては低空でヘリが侵入し、燃料貯蔵施設を破壊することに成功したのではないかといったことから大きな注目を浴びています。それでは少し映像を見てみましょう。地元住民の撮影した映像においては、ヘリによる攻撃が行われ、燃料貯蔵施設が爆発・炎上している様子があります。攻撃が終わった後のヘリの姿というものも住民が撮影していました。この攻撃に対する評価というものは2つに分かれています。まず第一は、ロシア側の自作自演、偽旗作戦の一環なのではないかということです。そしてもう一つが、単純にウクライナ軍がうまく低空侵入を行い攻撃が成功したのではないかという説です。この2つの違いについては動画の後半において解説を行っていきます。そしてもう一つ大きな動きが起こっているのは、ウクライナの首都周辺におけるロシア軍の撤退が見られるということです。例えば、チョルノービル原発からロシア軍の大半が撤退をしているのではないかといったことが報じられています。この件に関してはロシア側からすでに管理をウクライナ側に戻すという正式な通知なども行われているのではないかと言われており、実際に部隊の大半が引き上げていることなども報じられています。全軍撤退ではないものの、部隊のいくらかは撤退しており、重要な占領地であると考えられていた首都直近のホストメリ空港がすでにロシア軍の姿がないということが上空からの撮影で分かってきました。このように撤退を始めている部隊とまだまだ残っている部隊に分かれているわけですが、ここで撤退したロシア軍はベラルーシへと戻り、そこで再編されて、この後ベラルーシ軍と共に再度協力を目指すかもしれないという説があることを忘れてはいけません。ただし現在のところロシア側の正式発表としては、ウクライナ東部におけるルガンスク州であったりドネツク、この辺りにおける占領地域を拡大するために戦力を移動させて再投入するのではないかと見られています。どちらにしてもこの撤退した部隊というのは決してロシア本国内における駐屯地に帰るというわけではなさそうです。そして東部戦線においては現在一進一退の状況が続いており、ロシア軍の今後の追加戦力はどれほどになるかというのが懸念されています。なお南部戦線においてはウクライナ軍は反攻作戦を進めており、徐々にではありますが、ロシア軍を押し返している状況です。私はこの南部戦線における戦況の転換点として、ヘルソン州をいかにしてウクライナ軍が取るかといったことを注目しているわけですが、このヘルソン州における攻防戦は今のところウクライナ軍が有利に戦いを進めています。まずはウクライナ軍による反撃の一環として行われたかもしれないロシア本国への攻撃について解説を行っていきましょう。これは単純にウクライナ軍による攻撃だと断定する前に2つの説があることをご紹介します。
まず第一に有力視されているのが、ロシア側の偽旗作戦、いわゆる自作自演、マッチポンプというものです。これまでウクライナ軍はロシアに対する反撃として空軍基地などを狙って攻撃したことはありますが、このような多くの人たちが注目するような大事にはなりませんでした。しかし今回は住民たちから全員が見えるようなところで大きな火の手が上がったわけですから、とんでもない攻撃が行われたんだと政治宣伝の材料に使うことが考えられます。現実の戦局においてはロシア軍は大きな損害を被っているわけですが、このことを隠して今もなお戦争を行っています。いずれ戦死者がたくさん出ていることが国内に情報として広まる危険性があることを考えると、今のうちにロシア国内においてウクライナ軍が一方的にロシアを攻撃してきたんだという具合にして国民の士気を高めておく必要があるのかもしれません。もしくはもう一つの最悪のシナリオとしては、ウクライナ軍によるロシア本国への攻撃が本格化してもはや止められないんだからという理由を作ることによって、例えば化学兵器の使用であったり戦術核の攻撃などを実施する可能性というものが見えてくるわけです。このあたりの話というのは実際のところ最終段階においてはプーチン大統領がゴーサインを出す数によって決まるために、偽旗作戦のこの伏線が実際のところその後何かに帰結するかどうかというのは今のところ分かりません。しかしそのような説があるということはしっかりと押さえておくべきポイントでしょう。そしてもう一つの説というのが単純にウクライナ軍による強襲がうまくいったという説です。しかしこの場合だとロシアにとってはかなり痛いこととなります。まず第一にウクライナ軍による攻撃が成功したプラスアルファ、ロシア側からは強襲したこのヘリを撃墜したという報道は一切ありません。つまり攻撃をする時においてもうまくいったし、帰る時においても一切ロシア側からの反撃を受けずにそのままウクライナに帰還することができたというわけです。これが何を意味するかといえば、ロシア領内において防空警戒がほとんど行われていなかったかもしれないということです。なぜそのようなことになるかといえば、当然のように戦力の大半がウクライナ領内に入っているためにロシア本国にはほとんど人員が残っていない可能性があるわけです。つまり今のロシアはむしろ丸裸に近いかもしれないというわけです。ですから攻撃がうまくいったということはそれだけ今のロシア軍が脆弱になっているということすら言えるわけです。しかもロシア国内においてはすでにウクライナの空軍力については壊滅しているかのような報道を行っているため、このような攻撃があるということは戦果の報告についても課題に過ぎなかったという具合にして、その内実が暴露されるかもしれない危険性をはらんでいます。ロシア国内においては全てうまくいっているんだと政府発表を行っていますから、それに伴う支持率の維持というものが行われています。現実が明るみに出れば出るほど嘘がバレていくわけですから、プーチン政権にとってはかなり痛いことになるでしょう。そして北部戦線もう一つの動きというのが、ウクライナの首都に対する攻撃はもはや本格的なものは起こらないだろうということが分かってきています。ロシア側が正式な発表を行っているのは、首都周辺地域における軍事作戦の規模を縮小するという具合に声明を出しています。これは現実問題としてウクライナ軍からの攻撃によって被害が甚大であることを隠した上で部隊を引いているんですよという嘘を言っているわけです。同時に発表しているのが東部戦線に力を注いでいくことも発表していますから、足りない戦力をどこから持ってくるかというかなり切実な問題がロシア側には発生しています。これまでロシアは足りない戦力については親ロシア政権があるシリアにおいて傭兵を募ろうとしていますが、今のところうまくいっていないようです。それ以外にもロシア国外に駐屯しているロシア軍の部隊を呼び戻すことによって戦線へ投入することも図られています。しかしそれらについて言ってもほとんどの場合あっという間に大きな損害を出して敗走している話なども出ています。ですから足りない戦力を何とか抽出しようとして攻略を目指していた部隊をどんどんと引き抜いているわけです。このような戦力の引き抜きが統制が取れた状態でいっていればうまくいくのですが、実際のところそのようなことにはなっておらず、部隊はかなり乱れた状態で撤退をしているようです。そのために首都北西地域における反転攻勢によりロシア軍のいくつかの部隊は包囲下にあるとすら言われています。ここから数日の間、ロシア軍の戦力はかなりガタ落ちになる可能性があります。
一方において全体の戦局からの話をすると、ロシアは東部戦線において力を入れて、それにより自分たちが承認したルガンスク州であったりドネツクであったり、この辺りの勢力を強固にしようとしています。しかしこれは明らかに戦略的な大失敗です。なぜならば、このような国家承認を行ったことに対して欧米各国は猛反発しており、制裁の手を緩めることはないでしょう。つまりロシア軍がこの地域における戦闘を激化し、占領地域を何としても守りますよと宣言したことは、たとえ戦闘が一旦休止するようなことが外交交渉で起こったとしても、その後もロシアに対する経済制裁が何年単位でずっと続くことを意味します。これは明らかにロシアの経済を衰退させ、中国による経済植民地化を意味します。そのようなことが分かっていないとすれば、プーチン大統領はかなりのおバカさんだと言えますし、そのようなことが分かっていながらもなお戦争を継続するならば、それはあくまでも自分の言ったことを引っ込みがつかなくなったために最低限の戦果を得てなんとか話を終わらせようという、これまた下策中の下策を目指していることとなります。戦争の一番大事なところは結局のところ、どのようにして始めるかと同時にどのようにして終わらせるか、そのシナリオについても十分に考慮する必要があります。現在プーチン大統領のやっていることというのは、ドンバス地方などにおける平和維持活動をなんとか完遂するんだという一応初期の目的を果たそうとしているわけですが、それ自体が結局のところ経済制裁が永遠に続けられてしまうという自爆的な政策でもあるわけです。そして全体の状況として、ロシア軍が東部戦線に力を集中するのであれば、ウクライナ軍の反転攻勢に後押しが必要となってきます。今までは歩兵が持つ対戦車ミサイルであったり対空ミサイルといったものを供与することが非常に有効だったわけですが、これからは占領された地域を奪い返し、そしてロシア軍に対する打撃力というものを向上させる必要があります。そのためにイギリスではウクライナ軍の砲兵部隊を強化するための兵器を送ることも検討していることが発表されていますし、またオーストラリアでは装甲車について提供するという案を出してきました。欧米製の戦車について言えば、ウクライナ軍の兵士たちは全く慣れていませんから、これらを供与してもほとんど意味はないです。しかし一方において装甲車であれば、たとえ西側の兵器であってもそれほど大きな問題にはなりません。そして歩兵主体の戦いから装甲車を利用した機動戦が展開することができれば、ウクライナ軍による反転攻勢はより迅速に占領地域を取り返すことが可能になってくるわけです。このあたりがどんどんと軍事物資の支援が行われるウクライナ軍と、一方においてどんどんと戦闘車両が失われるんだけどその補充が全くないロシア軍との鮮やかな対比を見せてくれています。戦いが長引けば長引くほどロシア軍の戦力が減少し、そしてロシアの国力そのものについても衰退していくことが明らかになっています。皆さんは今後どのような展開が待っていると考えているでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画の最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。なお動画で取り上げる話題というのは一つなのですが、一方において Twitter では他の多くの話題についても一言コメントをつけていたりもします。ぜひとも Twitter アカウントのフォローもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。